そのシリアの避難民についてどう思ってるんですか？シリアの避難民は今非常に過酷な状況にいると思います。えもう人類誰しもが戦争によって自分の住んでた国や土地から追われて新しい土地に新しい生活をする、新しい仕事を得る、で住むために家を借りるっていうのはとても大変なことだと思います。はい。でこのシリアの近隣のレバノンやヨルダンやエジプトという国は言葉も一緒なので、シリア人難民にとってはとても行きやすい場所なんですが、はい。その難民というのはその国の経済を圧迫するということにもなりますし、はい。でそれらの国は今とても難民に対しての規制をとても厳しくしています。そういう現状にあり、とても彼らにとっては大変なことだと思います。はい。シリアの難民たちは近隣の異国に住んでてどうしてるんですかって生き延びてるんですか？はい、シリア人難民たちはお金を持っている人であれば外国に移り住んで新しい仕事を得て、新しい生活を始めることができるんですが、お金を持ってない人にとってはその難民キャンプで生活して食べ物をもらったり、道端でお金を恵んでもらうような生活をしなければいけないことになってます。で、僕のシリア人の友達が言うには、そういう道端でお恵みを、もらうような人は戦争の前でもシリアでそういう生活をしていたということを不満そうに言っていました。えはい。でトルコという国はシリアよりもとても物が物価が高い国なので、はい。難民にとってはお金のない難民にとってはとても大変だと思います。はい。難民について何が一番印象的だったんですか？はい、僕が以前トルコのイスタンブールに住んでいまして、結構たくさんのシリア人難民と会うことがあったんですけども、彼らはそれほど落胆したような表情ではなく、普通の自分の生活を生きているように思われました。はい。彼らは、はい、彼らは自分たちのことや家族について真剣に受け止めないといけないという思いがあるので、自分の国が戦争になっているというのは、そこから避難して別の国に逃げてしまえば、もうとりあえず連れることができるという思いもあるんじゃないでしょうか。それで、シリアで反政府勢力として戦う兵士も休暇のために、トルコなどに逃げて、傷を癒したりするということもたびたびあります。そしてまたシリアへと戦いに戻ったりするということです。はい。難民たちはどういう生活してるんですか？キャンプとかで。僕が難民キャンプを取材しようとしたんですが、その時入れなかったので、僕が中の詳しい状況はわからないんですが、シリアとトルコの国境沿いに両側にその難民キャンプなどがたくさんあります。で、今冬ですので、彼らはとても寒い思いをしているので、ブランケットや毛布が今多分必要になっていると思います。
難民たちの、生活を改善するために何が足りてないと思ってるんですか？僕はまずそのお金と仕事だと思います。で多くのシリア人の学生たちはトルコで無料で授業が受けれるような学校もたくさんあります。はい。国際支援についてどう思ってるんですか？国際支援は世界中の各国がもうすでに始めていて、シリアの近隣の国などでの難民キャンプなどでも活動していると思います。しかし、大切な問題はいかにしてそのシリアの戦争を世界の国際社会が動いていくかということです。今現在国連はそういうシリアの戦争を終わらせるということにおいて機能していません。リビアの革命の際には NATO がいち早く、革命軍をサポートしたのですぐに戦争が終わらせることができました。はい。で今シリアは世界中のイスラム原理主義者たちが集まってきており、でそこに彼らの国を作るという意味で集まってきているんですが、その彼らによってシリアの政府軍だけじゃなくシリアの一般市民や外国のジャーナリストや外国の、慈善団体の人間も身代金目当てに誘拐されて殺されるという事件も多数起きています。はい。彼らは、イスラム国などのイスラム原理主義者たちはシリア人を助けるという目的でシリアに行ったというふうに言っているんですが、僕にとっては彼らはシリアの状況をさらに悪く思われます。はい。